皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。直行線点法は少ない数の計算点で高精度の数値解を与えます。本法は化学工学分野においてよく知られた混合拡散モデルを解くのに適しています。そこで今回は直行線点法による混合拡散モデルの解き方を説明します。混合拡散モデルは管内を流体が流れる速度と流体に含まれる物質が拡散する速度の相対関係を考慮した物質の移動現象を表す微分方程式です。流体流速が拡散速度より十分に大きい場合、物質は主に流体に運ばれて移動します。一方、流速が小さい場合、物質は流体の運動と自分自身の拡散の両方で移動します。今、物質が A であるとき、混合拡散モデルでは A の移動速度 NA を1式で表します。ここで dz は混合拡散係数と呼ばれています。これは明らかにフィックの拡散速を真似た式です。物質は濃度勾配を推進力として z 方向の濃度の高いところから低いところへ移動します。混合拡散モデルは流体が流れながら物質の化学反応が起こる場合に面白くなります。これは化学反応により物質の濃度が低下すると物質がその領域へ向かって迅速に拡散するようになるからです。今、濃度が Ca の物質 A を含む水溶液が長さ L の反応器へ一定流速 Uz で供給されているとします。反応器内では A が M 字反応により分解されています。通常凡人はこの現象を字式で表すでしょう。これらの式は流通式反応器の設計方程式です。1950年の終わり頃、ダンカーツは流体の速度が遅い場合、物質は流体の流れによってだけでなく、自らが水溶液中を拡散することによっても移動すると考えました。このような状況下で化学反応が起こると、物質の濃度分布が反応器内だけでなく、反応器入り口以前の領域でも形成されます。これはなぜでしょう。流体中の物質濃度は本来 Ca0 です。反応器の操作を開始したとき、入り口濃度はこの濃度に等しくなっています。しかし、流体が反応器内に入るとすぐに反応が起こり、物質濃度が低下します。これにより、反応器入り口の前後で物質濃度に差が生じます。その結果、入り口以前の物質がより迅速に拡散して反応器内へ流入します。これは反応器以前の領域で物質濃度を下げ、濃度分布を生じます。これに伴い、反応器入り口濃度は Ca0 よりも低い濃度となります。この現象を表す微分方程式を示すため、改めて反応条件を設定しましょう。
濃度 Ca の物質 A を含む水溶液が長い管内を速度 UZ で流れています。反応が起こる領域の長さは L で、流体がこの領域の入り口を通過すると、A は M 字反応により消失します。また、出口を通過すると反応は停止します。反応器の入り口、出口の境界に遮るものはなく、物質は反応領域の内外に関係なく自由に拡散することができます。定常状態にあるとき、微分方程式は4式で与えられます。また、入り口での境界条件は5式で与えられます。ここで z イコール0プラスは反応管内の入り口付近の位置から z を0に接近させた時の値を意味します。さらに出口での境界条件は6式で与えられます。ここで z イコール L マイナスは反応器出口での値を意味します。5、6式はダンカーツの境界条件と呼ばれています。4式を5、6式の下で解く前にこれらを無次元化します。使用する無次元数は次の通りです。4、5、6式の無次元式は次のようになります。一次反応の場合、すなわち m イコール1のとき、今後拡散モデルは解析的に解くことができ、その解は10式のように与えられます。ここで A は次式で与えられます。7、8、9式へ直行線点法を適用する前に少し復習をしましょう。数値解に対するラグランジェの補完公式は12式で与えられます。これに反応器内の2の1、zj を代入した y の値の式は13式のようになります。式中の1回微分と2回微分に対する線点乗数はそれぞれ16、17式で与えられます。ここで Pi は18式で与えられます。以上述べた式を7、8、9式へ適用すると、これらの直行線点方程式は次式となります。これらの式の解法は次のようになります。まず20、21式を連立して y0、yn プラス1について解きます。これにより22、23式を得ます。22、23式中に含まれる各記号の値は次式で与えられます。
次に22、23式を19式へ代入し整理します。これにより反応機内の yi を未知数とする次の非線形連立方程式を得ます。ここで式中の Cij は自式で与えられます。さらに29式をニュートン・ラプソン法により解き yi を求めます。最後にこれらを22、23式へ代入し、入り口と出口の yi を求めて計算を終了します。それでは計算結果について説明します。繰り返しますが、直交線程法の利点の一つは、少ない計算点の数で高精度の数値解が得られることです。計算値の精度を検討するため、一次反応の場合の解析解、すなわち10式を基準とします。そして反応期入り口と出口における値を代表値として、直交線程法による数値解の精度を相対誤差の形で調べます。ここでイプシロンは i が0の時入り口、1の時出口での相対誤差を意味します。この図はペクレ数 Pe を1に固定し、無次元速度乗数 k をパラメータとして 0.1 から100までの範囲で変化させた時のイプシロン0と内部線点数 n の関係を表します。イプシロン0は n の増加とともに最初急激に減少し、最小値を取った後わずかに増加する傾向にあります。n の小さな領域でのイプシロン0の減少する速度は k が大きいほど小さくなっています。これは k が大きいほど正確な数値解を得るのに多くの線点数が必要となるからです。相対誤差の指数部の絶対値は数値解の有効桁数にほぼ等しいことから、検討した k の範囲内で数値解は少なくとも有効数字12桁の精度で得られることがわかります。渦は出口ノードに対する数値解の相対誤差イプシロン1と計算点の数 n の関係を表します。n の増加に伴うイプシロン1の変化は基本的にはイプシロン0の場合と同じです。また数値解の精度も12桁程度と高くなっています。次にこの図は k を1に固定し Pe をパラメータとして 0.1 から100までの範囲で変化させた時のイプシロン0と n の関係を表します。また右の図は同じパラメータ条件下でのイプシロン1と n の関係を表します。Pe が大きくなると物質は拡散よりも流体の流れによる移動の方が主になります。この時反応機内の流体の流れはプラグフローに近づきます。これに伴い未反応率 y は1付近の値から大きく減少するようになるため、
解を精度よく求めることが困難になります。その結果、PE が大きいほど数値解を精度よく求めるには N を大きくする必要があることがわかります。また PE イコール100の時、反応器入り口、出口での値とも N を35以上に取れば、数値解が少なくとも有効数字10桁程度で得られることがわかります。以上の計算結果から明らかなように、直行選定法によれば、今後拡散モデルの数値解を精度よく求めることができます。しかし、ここで導いた選定方程式は複雑です。これらを間違いなく導き、さらにプログラミングを行ってコンピューターで解くには、かなりの習熟が必要であると感じるでしょう。しかし、一旦研究の目的を決め、これを達成するには前へ進まざるを得ません。毎日少しずつでも理解しようと努めると、いつかはゴールにたどり着くことができると思います。頑張りましょう。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。